皆さんこんにちは、みやまです。今回は最近の買ってよかったものをまとめていくつかご紹介したいなと思います。紹介したアイテムについては概要欄に詳細を載せておくので、もし気になるものがあったらそちらチェックしてみてください。じゃじゃーんということで、一つ目の買ってよかったものがこちらですね。これ何かと言いますと、ダイモから発売されているテープライターになります。こんな感じでちょっとだけレトロ感のあるおしゃれな雰囲気のテープを作ることができる便利アイテムになってます。で、ここの白い輪っかの部分があると思うんですけど、ここに表示されている文字であれば好きな順番で打刻できるようになってます。アルファベット26文字に加えて、あとハートとかいろんな記号類ですね、それと数字1から9までが使えるような感じになってます。ちなみに数字の0についてはここの数字欄のところにはないんですが、アルファベットの O で代用できるような感じになってます。ここの2025-2025の0に関しても O で代用しました。で、使い方も簡単でして、ここの三角形の矢印の部分に打ち込みたい文字を合わせてあげます。で、これ合わせてあげたら、あとはですね、ここの持ち手の部分あると思うんですけど、ここをギュッとこんな感じで押さえてあげるだけですね。もうこれでテープに打刻されました。で、打刻したい文字をすべて打ち込み終わったら、テープカットについてはここをですね、ハサミマークにしてあげて、もう一度ここの部分をギュッと押し込んであげることで簡単にテープが切れるようになってます。で、しかもこれテープ面が簡単にこうペリッと外れやすいように、分かりますかね、ここの端っこの部分だけちょっとミシン目がついているんですよ。なので、あとはここのミシン目を利用してこんな感じでテープをペリッと剥がしてあげれば、もうあとはこれを好きなところにペタッと貼り付けてあげれば OK っていうような感じです。あと普通のハサミでカットすることもできるので、ちょっとここの右側の余白の部分だけ長くなっちゃったなって時は、普通にハサミを使ってカットしてあげれば、こんな感じで綺麗なテープとして使ってあげることができるようになってます。で、テープに関しては割といろんなところに貼り付けることができるようになっていて、紙はもちろんなんですけど、こういうビニール系の素材にも綺麗にピタッと貼り付いてくれるような感じになってます。で、中身のテープに関してはなくなったら裏側から簡単にこんな感じで取り外して交換できるような仕組みになってます。で、あとさらに嬉しいのが、これ使うのに電源とか電池とか全くいらないんですよ。だから使う場所を選ばないんですよね。家の中はもちろんガレージとか倉庫とか、そういった場所でも気軽に使っていただきやすいんじゃないかなと思います。ただこれ1.5注意いただきたいのが、文字をここのテープに打刻する時なんですけど、結構力がいります。軽い感じでここカショってやるぐらいだと文字が結構薄くなっちゃうんですよ。しっかり綺麗に白色でこの黒いテープに対して文字をこうくっきり浮かせたい場合は、もうギュッともう物理的に力を入れてあげるのが綺麗に打刻するコツですね。あともう1.5注意いただきたいのが、これがですね、打刻する時にちょっと文字がずれたり傾いたりすることがあるんですよ。あと文字組みに関しても、この I みたいな結構一文字が細めのやつとかだと、分かりますかね、ちょっと L と I の間が不自然に開いちゃったりするんですよね。こういったことが起きちゃったりするので、結構文字組みに対してこう均等に綺麗になってほしいみたいな感じで、こだわりがある方は一般的なテープライターとかの方がいいんじゃないかなと思います。逆になんか文字がちょっと傾いちゃったりするのも味だよねっていう風に感じる方とかは、結構ですね、楽しくこちらのテープライター使っていただきやすいんじゃないかなっていうような感じでした。続いての買ってよかったものがこちらですね。テクニクスの EAH-AZ100 というワイヤレスイヤホンになります。いや、もうこのイヤホンがマジでやばかったんですよ。もう本当にすごくて、今まで試したことがあるワイヤレスイヤホンの中でこれ一番音質がいいです。もう本当に最初これで音楽聴いた時マジでびっくりして、聴き比べるまでもなく、もうこれナンバーワンだわみたいな、一番音いいわっていう風に確信できたぐらい、本当に音がもうめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、特にすごいのが高音域と中音域ですね。耳にしっかり届いてくるのに、なんか刺さるような感じとかも全然なくて、キラキラしてるんですよね。聞こえてくる音がもう全部本当にすごいなって思って。で、低音域に関してはめちゃくちゃ分厚い超ズンズンくるっていうわけではないんですけど、解像度がしっかり高いのがわかるんですよね、低音であっても。で、それでいてこうしっかり耳に届いてくれるような感じもありますし、全体的には割と上品めな音作りかなっていうような感じなんですけど、ノリのい
いい曲とかも全然楽しめるような低音の良さもしっかり感じられるような音作りになってました。いやーちょっとすごかったですね。正直音質面で今年2025年この AZ100 を超えるワイヤレスイヤホン本当に出てくるのかなみたいな、もう2025年初っ端にしてなんかワイヤレスイヤホンのナンバーワンになってしまったんじゃないかってぐらい、なんか本当に衝撃を受けましたね、この音の良さには。であと音質以外の機能面で言いますと、まずノイキャンですね。めちゃくちゃ強いっていうわけではなかったんですが、もう実用レベルで言ったら全く問題ない感じですかね。で手持ちのイヤホンで比べるとこちらのですね JBL のツアープロ2と同じぐらいのノイズカットの心地かなっていうような感じでしたね。ノイキャンモードを使っていても耳がこうツーンとしすぎない感じとかも結構こっちの JBL のツアープロ2と似てるなっていう風に感じました。で普通に電車の中とかで音楽聴くぐらいだったらもう全然この AZ100 のノイキャンで十分だなっていう風に思ったんですけど、もうとにかく静寂の中で音楽を聴きたいんだと。であと飛行機とかに乗ることも多いからとにかくノイズカットが一番大事なんだみたいな方の場合はですね、やっぱり AirPods Pro とか Bose のイヤホンとかしっかりノイズカットしますっていう風に言ってくれているやつの方がいいんじゃないかなっていうような感じですかね。あと外音取り込みについてなんですけど、こっちに関してはですねかなりすごかったですね。もうめっちゃ外の音自然に聞こえます。 AirPods Pro 2とかあと最近出た AirPods 4とか、このあたりの外音取り込み機能と比べても遜色ないレベルにもう良かったです。本当に外の音を自然に聞こえてくれるんですよね。あくまで遜色のないレベルなのでわずかにこっちの AirPods の方が勝っているかなとは思うんですけど、もう本当にそれもよく聞き比べてみないとわからないぐらいにもう本当にこっち外音取り込み自然な感じでした。で今までこの AirPods 以外だとこちらですねソニーのリンクバッツ S ぐらいしかなんか外音取り込みに満足できるワイヤレスイヤホンってなかったんですよ。なんかそこに彗星のごとく現れた AZ100 みたいな感じで、個人的には散歩中に結構ワイヤレスイヤホン使うことが多いので、そうするとノイキャンよりも外音取り込みの方が大事なんですよね。なのでこう外の音がすごい自然に聞こえてなおかつ音質がいいっていうので、いやもうこの AZ100 めちゃくちゃありがたかったですね。であと他の機能面で言うと3台までのマルチポイント接続に対応しているので、サブのスマホとかタブレットとか再生デバイスたくさん持ってる自分にはその点も結構嬉しいポイントでしたね。あとこれバッテリー持ちもそこそこ良くてですね、なんとこちらのイヤホン単体だけで10時間連続再生ができちゃうんですよね。あとこれ装着感がめちゃくちゃ軽いんですよね。長時間つけっぱなしにしてても全然気にならないので、その点も非常にありがたかったですね。で音質でも機能面でもかなり優秀で本当に気に入っているんですけど、あえてデメリットを挙げるとすれば見た目ですかね。小型でコンパクトでめちゃくちゃ持ち歩きやすくて、しかもデザイン自体は本当にシンプルなんですよ。なので個人的には全然嫌いじゃないんですけど、同価格帯のイヤホンと比べるとやっぱり何ですかね、この素材感っていうんですかね、ちょっとだけチープな感じがしなくもないかなっていうような感じなんですよね。この辺りについては実機を店頭で見ていただくのがより確実かなと思います。ただやっぱ装着感もいいしもう音もいいので、当分ですね外に持ち出すワイヤレスイヤホンに関してはこれになりそうだなっていうような感じがしてます。続いての買ってよかったものがこちら、帽子用のハンガーですね。こんな感じで長いナイロン製の紐にですねステンレス製のクリップが等間隔でついているタイプのハンガーになっておりまして、ここのクリップに収納したい帽子をパチッと挟んであげて、であとはここのフックでぶら下げて収納できるっていうようなタイプの便利な収納アイテムになってます。実際にフックを使って吊るしてみた姿がこんな感じですね。今上の方に帽子を4個と、あと下の方にクリーニングクロスとかよく使うポーチとかをぶら下げてあります。帽子って棚に平置きすると案外場所を取るのと、あと完全に重ねてしまうとデザインの区別がつきにくかったりすると思うんですけど、こちらの帽子ハンガーを使って収納した場合はある程度小スペースになってくれつつも
結構デザインの判別がしやすいような感じで重なってくれるので、この点も非常に気に入ってます。で、帽子に限らず、よく使うものですね、こういった小物類、例えばエレコムのクリーニングクロスとかも簡単にここにパチッと留めて吊るして収納しておくこともできますし、あとカラビナがついているポーチに関してはもうカラビナを直接ここの輪っかの部分にカチッと引っ掛けて吊るして収納することもできるような感じになってます。外出先でよく使う小物類とかを簡単にですね収納しておく場所が欲しいなみたいな方にも非常におすすめです。ちなみにこの一番上部のフックに関しては360度好きな角度に回転することができるようになってます。なので割と狭い場所だったりとか部屋の隅っこに関してもここがですね自由に曲がってくれるおかげで結構引っ掛けて吊るしやすいような感じになってます。で、このクリップがついている黒いこの芯の部分なんですけど、ここに関してはナイロン系の布素材なんですよ。なのでこれ帽子ハンガーとして使わないときはもう普通のちょっと太めの紐と同じような感覚で、畳んでコンパクトにしまっておくこともできるので、この点では結構便利ですし、旅行先に持っていくのにも割とおすすめかなと思います。続いての買ってよかったものがこちらのですね、壁に取り付けているこれですね。この無印良品の壁につけられるアクリルディスプレイシリーズになります。こちらですね、見ていただいた通り最近私ガチャガチャだったりあと食玩だったりのちいかわグッズを集めるのに非常にハマっておりまして、このですね無印良品のアクリルディスプレイが、こういったちょっとした小物を飾るのにぴったりなんですよね。でしかもこのアクリルディスプレイ結構いろいろ種類がありまして、今こちら指で指しているタイプのL 字型のタイプだったりとか、あとこちら4箇所にアイテムが入れられるボックス型のものだったりとか、あとさらにですねこの字になっているものとか結構いろんなタイプからサイズ別に選ぶことができるようになってます。で、ここのアクリルの透明度が非常に高いので割とたくさんですねびっしり壁につけたとしても圧迫感がだいぶ少ない感じになってくれるんですよね。その点でも非常に気に入ってます。で、このディスプレイが取り付けも案外簡単でして、こんな感じでちょっと変わった形のピンが付属しているんですけど、取り付けたいディスプレイをですね壁にこうやって、好きな位置にピタッとくっつけてあげたら、あとはこの穴めがけて先ほどのこちらのピンをギュッと押し込んであげるだけですね。で、基本的には石膏ボード系の画鋲が刺さるような壁にのみ使うことができるようになってます。で、ピンを押し込むときは結構力がいるので付属の、こういった押し込み用の器具があるんですけど、この器具を使ってピンをですねギュッと押してあげると結構簡単にピンを押し込むことができるようになってます。で、ピンを割と深めに押し込んだ場合でも結構こうやって角度がずれちゃうんですよね。なのでつけるときあんまり神経質にならなくて大丈夫です。こんな感じでずれちゃったとしても綺麗にですね後で水平にこうやって直してあげることができるようになってます。で、ここの取り付け用のピンの部分に関してはちょっとだけ出っ張るような構造になってます。多分ピンを外す時用に出っ張ってくれていると思うんですけど、なんかこの出っ張りが気になるなっていう方はこんな感じでお好きなポストカードとかでピンを隠してあげたりするのがいいんじゃないかなと思います。で、私みたいに、こういったちょっとしたミニグッズを載せてあげる場合はですね、後ろのアイテムが実はそのまま置くと見えにくくなってしまうので、後ろの子たちだけ丸型のアクリル台座を重ねて少し底上げしてあげてます。この丸型のアクリルの台座は Amazon で購入したものなんですけど、だいたい直径が3センチの厚みが5ミリぐらいあるタイプですね。これを2、3枚後ろに置いてる子の場合は重ねてあげて、でこんな感じで高さを出してあげることで前に他のグッズを置いても、そこそこですね綺麗に見えるような感じのバランス感にしてあります。あとさらに便利なのがこちらのですねフィギュアとかを簡単に固定できる付け外し可能な両面テープですね。こういったちょっとしたフィギュアのですね下にくっつけてあげることで全然ずれないんですよね。指で押してもずれないですし、地震とかでちょっとガタガタしてもこの子はこうポロッと落ちてどこ行っちゃったんだろうみたいな風になることもないので、こういった小物類をある程度場所を決めてカチッと設置しておきたいなみたいな時は
このですね付け外しできる両面テープあるとめちゃくちゃ便利です。剥がしたい時はちょっと力を入れてあげればこんな感じで簡単に外すこともできるようになってます。こういったアクリルとかプラスチック系の素材であれば特に剥がした後も跡が残らないような仕様になってます。ただ粘着力はそこそこ高めなので壁紙とかに直接貼り付けたりすると壁紙ごとベリッと剥がれちゃう可能性とかもあったりするらしいので、ちょっとその点だけご注意いただければなと思います。続いての買ってよかったアイテムもですね無印良品のものなんですが、それがこちらですね。ネイルケアオイルになります。指先にも使いやすいハケが先っぽについているタイプのペン型のネイルケアオイルですね。もうこの秋ですね結構頻繁にネイルカラーしてたら爪がボロッボロになってしまいまして、外出先でやばいってなって急遽購入したアイテムだったんですけど、これがですねやっぱり人気なだけあってめちゃくちゃ良かったんですよね。ここのですねお尻のダイヤルをカチッと時計回りに回してあげることで使いたい分だけこの先っぽのハケの部分にオイルが補充されるような仕組みになってます。なので荷物がパンパンなバッグの中に入れておいてもここのダイヤルを回さない限りはどんなにですねここを横から圧迫したとしてもオイルが漏れ出てくることがないんですよ。なので持ち運びも結構しやすい構造になっているんですよね。今まで使っていたネイルオイルがこちらのですね OPI のものを使ってたんですけど、この OPI の場合だとここをですねギュッと押すと先っぽからネイルが出てきちゃうような仕組みだったんですよ。蓋をしっかり止めていれば大丈夫は大丈夫なんですけど、やっぱり荷物がパンパンのバッグとかに入れて持ち運ぶってなるとちょっと不安だなっていうのがあったので、その点でも漏れ出る心配が結構少なくて済むこのダイヤル式のタイプは非常にありがたかったですね。しかもこちらがですねこの先っぽのハケの部分、筆の部分なんですけど、今まで使ってた OPI のものよりもだいぶ太めなんですよね。倍ぐらいの太さがあるので、親指みたいな結構大きめの爪の場合でも簡単に全体にすぐ塗ることができますし、こっちの面だと大きめなんですけど角度を変えてあげると結構細めに使うこともできるので、細かいささくれができやすい部分もさっさっさっとオイルをなじませることができたりとかして、この点でも非常に助かってますね。でしかもこれネイルオイルの中では結構ですね香りも強すぎないタイプかなっていうのと、あとこの塗った後オイルだけどベタベタしすぎないんですよ。なので案外外出先でも使いやすいんですよね。これ無印のスキンケアアイテムの中でも昔から結構人気の高いものですし、店頭でテスターを使ってお試しみたいなこともしやすいと思うので、持ち歩きしやすいネイルオイル探してるよみたいな方はぜひこの機会に一度チェックしてみてください。続いての買ってよかったものがこちらですね。デザインとカラーが好みのもので、うどんにもラーメンにも違和感なく使えるラーメン丼ですねを探していたところ見つけたのがこちらだったんですけど、なんとこれがですね直火 OK で、なのでうどんとかラーメンとかも直接調理してそのまま食べられちゃうので、洗い物とかも少なくて済むんですよね。でなおかつ電子レンジも OK なので、この中におかずを直火で作り置きしておいて、で食べる前にもう一回これごとチンするみたいなこともできるようになってます。でデザインも本当にシンプルで可愛らしさもあって、最近汁物の麺類に関してはほぼほぼこれで食べてますね。でしかもこれサイズ感が本当に絶妙なんですよね。ラーメンでもきしめんでもうどんでもそばでも、もうこの大きさだったらスープまでたっぷり入れても全然余裕なんですよ。でそれでいてなんかこの器だけやたら大きいなみたいな感じもなかったりするので、その点でも非常に気に入ってますね。とはいえですねやっぱり直火で使うってなると結構汚れやすくなります。なので私はですねこっちの水色の方は本当に色が気に入っていて、あんまり汚したくないなっていうのがあるので、実は直火でほとんど使ってないです。直火で鍋焼きうどんとか作りたいなみたいな時はこっちのですねブラックの汚れが目立ちにくい方をなるべく使うような感じにしています。であと直火で調理した後はもう本当に熱々になるんですよ。ここの取っ手の部分ももちろんですね素手で持てるような温度にはならないので、両手にミトンだったり鍋つかみだったりを装着するのはもう必須っていうような感じですね。とはいえ中の麺類とかあと具材とかを食べ終わる頃にはちょうどいい感
感じの温度に下がってきているので、最後の最後スープ残ったやつ飲みたいなみたいな時はここに口をつけて飲み干すみたいなことも一応可能にはなってます。あとこれ一応食洗機は NG になってます。手洗いでしっかり汚れを落としてあげる方がいいかなって自分も実際使ってて思うので、そこはしょうがないかなっていうようなところですかね。あと完全に熱々の状態で急に冷水とかを入れて冷ましちゃうとバカッと割れちゃう可能性とかもあったりするので、そのあたりに関しては土鍋とかと同じようにちょっと気をつけてあげる必要があるかなと思います。あと一番最初に使う前は目止めをする必要があるんですよね。ちょっとそこだけ一手間かかりはするんですが、このデザイン性で直火で使えるなかなかないと思うので、この冬ですね、あったかい汁物の麺類たくさん食べたいよみたいな方はぜひ一度チェックしていただけたらなと思います。続いては買ってよかったもの最後のアイテムのご紹介なんですが、最後はいつも漫画を紹介しておりまして、今回は1月15日に第1巻が発売された漫画本なら売るほどをご紹介したいなと思います。もうこの漫画がですね、本当にめちゃくちゃ良かったんですよ。まだ1巻なんですけど、本当に少しでも本が好きなら絶対に読んでほしいって思えるような一冊でした。まず簡単なあらすじ設定についてなんですけど、10月堂という名前の古本屋、ここを訪れる様々な人々、お客さんたちの心温まる物語が楽しめる作品となっております。で、主人公はこの古本屋10月堂の店主さんなんですけど、なんていうんですかね、漫画に登場するような古本屋の店主っていうとちょっと気難しそうな感じだったりとか、あとはちょっと変わった雰囲気とかミステリアスなイメージがパッと思い浮かびがちだと思うんですけど、このですね10月堂の店主さんはひっつめ髪のちょっと気だるげな感じの青年なんですけど、程よく肩の力が抜けたような感じで読んでてめちゃくちゃ共感しやすいキャラクターになっているんですよ。非常に人間味あふれるような感じでフランクに話ができるような感じの人なんですよね。人と人との距離感の取り方がうまい人物として描かれているんですよ。で、もともとこの漫画が読み切りから短期連載になって、さらに話題になって、そこから長期連載になったっていうタイプの作品なので、だいたいどのエピソードも1話完結になってるんですよね。なので移動時間とか隙間時間にもさっと読みやすいような感じになってます。で、エピソードごとにいろんなお客さんが登場するんですけど、このお客さんたちがまた結構バラエティがある感じなんですよ。本好きの常連さんはもちろんなんですけど、ちょっと小難しい本を読んで背伸びがしたい女子高生だったりとか、あともうただただ不要ないらなくなった本をボンって売りに来る人だったりとか、あとはすごい大切な旦那さんの蔵書をもうちょっと管理が難しいからっていう風に売りに来た未亡人の方だったりとか、本当にいろんな人が登場するんですよね。中にはめったに本を買わないよとか、あと全然本も読まないよみたいな人も出てきたりとかして、そういういろんな人たちの心温まるエピソードっていうのが漫画の中で楽しめるようになってるんですよ。それがすごく面白くて、とはいえこの漫画タイトルが本なら売るほどなので、各話ごと各エピソードごとに主軸になる実在の本とか実在の作家さんが出てくるんですけど、そのチョイスがまた古本屋らしい渋さみたいなのがあって、もうめちゃくちゃいいんですよ。例えば今回の一巻で言うと寺田虎彦とか、あと渋沢達彦とか森マリ、夏目漱石、ドストエフスキー、レイ・ブラッドベリーとか、実際に私自身が読んだことがある作家の方々とかも結構出てきたりとかして、おほほ知ってるみたいな感じで読んでてニヤニヤできる楽しさがあるのはもちろんなんですけど、全く知らなかったタイトルの本とかも出てくるので、それを調べるのもすごい楽しいんですよね。みたいな、こんな面白そうな本あったんだみたいな、読もうみたいな感じの楽しさもあるような作品になってます。で、ストーリー自体も本当にテンポが良くて読みやすいですし、あと疲れない程度にコミカルなシーン、ちょっとクスッと笑えるようなシーンとかも入っていたりとかして、でしかもですよ、それでいて人が何かを大切に思う気持ちっていうのにすごいしっかり寄り添ってくれるような作風にもなっているので、中にはちょっと胸が打って苦しくなるような切なさを感じるエピソードもあったりするんですよね。で、特に個人的にはもう第1話が本当に良くて、もうこの漫画の魅力全部入れって感じの最高に好きな話がキュッて詰まってたんですけど、正直な話、第1話はもう終盤のあたりとかもうちょっと読んでて涙が出てきてしまったシーンもあった
ったりとかして、いやもうめちゃくちゃ良かったんですよね。私もうこの第1話を読んだ時点で、もうこの漫画絶対動画で紹介するってなったぐらい、本当に素晴らしい作品だったので、なんて言うんですかね、私自身は本はすごい好きなんですけど、じゃあガチの読書家の人ほど本は読めているんですかっていうと、そこまででもないですし、でたまに本が好きですってわっていうことに対してなんか引け目を感じる瞬間とかも実はあったりしたんですよね。でもこの本なら売るほどっていうこの漫画の第1話を読んで、私やっぱり本が好きだなって、なんかすごいスッと自分の中で落ちていったというか、よかった私、本好きだわっていう風にすごいなんか素直にスッと思えたので、なんかそういう私の中でもやっとした気持ちっていうのをすごいすっきりさせてくれた話でもあったので、少しでもですね、ほんの少しでも本が好きだなと思っていらっしゃるんだったら、ぜひこちらの本なら売るほどこの機会に手に取っていただけると嬉しいなと思います。ちなみに今回紹介しきれなかった読んでよかった漫画についてはいつも楽天ルームに感想付きでまとめておりまして、概要欄に URL 貼っておくので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。あと最近はサブチャンネルも積極的に更新しているのに加えて、メインチャンネルの方ではYouTube のメンバーシップも始めています。基本的にメンバーシップの方ではご参加いただいた方のみ見れる限定の動画を公開しておりまして、最近だと月に 2,3 本とかそれぐらいのペースで更新したりしているので、気になる方がいらっしゃったら、あと継続的に深山を応援してくださる方がいらっしゃったら、ぜひですねメンバーシップの方もチェックしていただけると嬉しいなと思います。ということで今回は最近の買ってよかったものをいくつかまとめてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも楽しんでいただけたなら幸いです。今後もこういった買ってよかったものとかお気に入りのものとかいろいろご紹介できたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ここまで長々とご覧いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。